車中泊のトイレってどうするの？車中泊歴880日の私たちが答えます。車中泊やキャンピングカーの旅を始めたり、興味を持っている皆さん、トイレ問題ってどうしてますか？もしかすると、これから旅をしたいとか、今は短期的な旅しかしていないけど、これから長期旅を考えていて不安だと感じている人もいるかもしれません。家を手放して夫婦でキャンピングカー生活をしている私たちのもとにも、そんなトイレ問題に関する質問は多く寄せられてきます。生きていく以上、絶対にクリアしなければいけないトイレ問題。この動画で一緒に解決していきましょう。このチャンネルでは、キャンピングカーで毎日旅をして、リモートワークで働きながら暮らしている私たち夫婦が、キャンピングカー生活の様子や、皆さんのキャンピングカー生活に対する疑問が解決できるように情報を配信しています。キャンピングカーが好き、車中泊を楽しみたい、そんな方はチャンネル登録をして、ぜひこの動画をご覧ください。今日の動画は車中泊やキャンピングカーの旅でのトイレ問題を一緒に考えて解決していくために、1、よく聞く車中泊のトイレ問題、2、車中泊トイレの方法、3、実際の話、4、これから車中泊を考える人へ、5、私たちが気をつけていること、この5つのテーマでお話ししていきます。1、車中泊トイレ問題。まずはじめに誰もが最初にぶつかる問題、トイレをどこでしたらいいか。これは大きく分けて2つの方法があります。1、車内で済ます。2、外部で済ます。1、車内で済ます場合にはどんな設備を整えたらいいか、どんな処理の方法があるのかといった問題が次に上がってきます。2の外部で済ます場合にはどんな施設やサービスがあるのか、そして場所や費用などは現実的に使いやすいのかを見ていく必要があります。小さなお子様がいたり、体が不自由だったり、すぐにトイレが必要な場合には車で済ます方法もありますし、処理やスペースのことなどを考えて外部サービスを利用する方法もあるので、これもまた自分のスタイルに合わせて選べるのがキャンピングカーのいいところかもしれません。とはいえ、きっと旅をする前の方にとってはそれすらもイメージつかないといった方もいるんじゃないんでしょうか。私自身がそうでした。そもそも旅をしたことがない、キャンピングカーを使ったことがないから、トイレがいるのかいらないのかイメージがつかないっていうのが購入前の正直なところでした。なのでそんな方にも参考にしてもらえるように、ここから先は具体的に2年半旅を続けてきて分かったことを踏まえて解説していきます。車中泊トイレの方法。キャンピングカーや車でトイレをする方法を紹介します。1、ブラックタンク式トイレ。床下などに大きなタンクが設置されており、排出用のホースをダンプステーションにつないで処理をすることができるタイプ。2、ポータブル式トイレ。車両には固定せずに置くだけで設置できるトイレで、便座部分とタンク部分が一体型になっているものが主流です。処理は汚水タンクを取り出して処理するという方法です。3、カセット式トイレ。車両に固定するタイプで、車の外からタンクを取り出して処理をするという方法があります。4、ラップポン式トイレ。ポータブル式のトイレで吸収剤などが入った袋を便座にかけて行うタイプです。袋を取り出して燃えるゴミとして処理することができます。5、簡易トイレ。災害時用などの簡易トイレです。はい。で、現在私たちが持っている携帯トイレはこちらです。はい。はい。これは、ちょっと開けてみますね。中が、こんな袋が入ってまして、大きいね、結構。こんな大きな袋の中に吸収剤が入ってます。シートが入ってます。それで、こんな感じで、携帯トイレにセッティングするって書いてありますけど、まあ別にバケツとか何でもいいから、ね、こう袋をセットできる感じにすれば、そうですね。やれまして。はい。で、なので私たちは今これだけを持っていて、万が一の時に備えて、何か緊急時に使えるようにと思って持ってます。はい、そうなんです。で、これは
一応なんか環境のことが考えられていて、なんだっけ、バイオマスポリエチレンっていうのを使用した、袋になっているみたいで。そうです。はい。これがキャンピングカーショーでもらったんですよ。そうなんです。で、ちょうどいいねって言ってね、これを持ってるんですけど。研究用に持ってます。はい。でもまあ2年半続けてきて結局使わずに済んでいるっていうのが正直なところそうですね。ですね。はい。まあこれ持ってない時に一回ね、僕は夜中どうしてもうんこがしたくて、困った時ありましたけど、その時に持ってるぐらいかったなと思いました。そうだね。私もなんか一回だけこれない時に困ったことがあった。ね。そう。夜中に。そんなこともあったので、やっぱあると安心だし。そうですね。そういう時に使えるかなと思います。はい。はい。まあなんか、これをセッティングする折りたたみの可愛い、枠みたいのが売ってるんですよ、今。あれをね、そろそろ買っといてもいいかなと思いました。椅子にもなるから。なるほどね。そうそう。それは考えてます。でもなんか色が、なんかカラフルな色しかなくて、はいはい。それがね、一個難点なんですよ。何色がいいの？それはなんか白とかベージュとか、グレーとか、いいねいいね。やつなんかね、オレンジとか、黄緑とか、青とかしかなくて。なるほど。私たちは365日キャンピングカー生活をするつもりでしたので、トイレは絶対につけたいと思っていました。しかし、これもまた過去動画で何度もお話ししていることではありますが、注文時のミスでマルチルームはあるけどトイレはない状態で納車されてしまいました。そんなこともあって、うちのキャンピングカーにはトイレがありませんでしたが、実際にやってみて、トイレがある場所で車中泊をすれば車内になくても困らないので、面倒な処理のことを考えるとなくてよかったのかなと今は思います。ただ大自然の絶景の中でトイレが近くにないような場所もあったり、大雨でトイレのたびに外に出なければいけないということがあったりしたので、緊急的に車内でもトイレができるように現在は簡易トイレの袋を載せています。3. 実際の話。車にトイレがない私たちがどんなトイレを使用しているのか紹介します。1. 道の駅。24時間利用可能なトイレがあります。2. サービスエリア。こちらも24時間利用可能なトイレがありますが、高速道路利用時になってくるので旅のスタイルで変わってきます。私たちは基本急いだ旅はしていないのであまり縁がないです。3. 公園。道の駅やキャンプ場以外でも結構立ち寄ることが多いのが公園です。特に田舎の方に行くと大きな施設や道の駅などがない場所も多いので Google マップで公園を探していくこともあります。4. 施設。スーパーやスポーツクラブ、コンビニ、銭湯、漫画喫茶など旅の途中で立ち寄り利用する施設が数多くあります。その時に一緒にトイレを借りることも多いです。5. RV パーク。RV パークは施設によって内容が変わりますが、トイレやシャワー設備、ゴミ捨てなど長期旅で助かるサービスが充実していることもあるので、旅の状況に応じて困った時に使っています。6. キャンプ場。キャンプ場もトイレが併設されているのでよく使わせていただきます。有料施設だけではなくて中には無料で泊まれるキャンプ場もあるのでとても助かっています。こんな感じで実際に挑戦してみて分かったのが、意外と使える施設が多いこと、そして道の駅なども設備が充実していたり、新しい道の駅ができたり、古い道の駅がリニューアルされてきたりしていて、予想以上に安心して使えるトイレが多いなと感じています。今はスマホのアプリやマップを使えばトイレを探すこともできるので、ほとんど困ることはありませんでした。4. これから車中泊を考えている人へ。これから車中泊やキャンピングカーの旅をしたい方は、まずレンタルで数日間 RV パークや道の駅、キャンプ場などで車中泊を体験してみることがおすすめです。私たちも最初は数日キャンピングカーのレンタルをして体験していました。それまでテント泊ばかりだったので設営しなくてもいい、
雨でも関係なく快適なところに驚いたのを今でも覚えています。人それぞれ旅の目的や理想のスタイルが変わってくるので、どのくらいの期間をかけて旅をするのか、そしてどんな場所に行きたいか、お金をどのくらいかけるか、誰と行くのかでイメージしてみてください。5、私たちが気をつけていること。最後に私たちがこの暮らしで気をつけていること、マナーや防犯面からお話ししていきます。今日のお話を聞いた方の中には、すごく役に立った、なるほどと言ってくれる方もいるでしょうし、その反対で一時的な利用ならまだしも、毎日の車上生活で自分たちの税金で賄われている公園のトイレを使うなといった意見もあるかもしれません。現にそういった DM が時々送られてきます。なのでこの暮らしをする以上、応援してくれる方、共感してくれる方もいれば、不満に思う方、否定的な方がいることも理解しながら、極力迷惑がかからないように、そしてこの暮らしが今後いい方向に発展するように規制されないためにも、車中泊のマナーには気をつけています。例えば同じ場所には長時間滞在しないとか、公共の駐車場では外にテーブルや椅子を並べたりしないとか、当たり前ですが、ただでさえ止まっているだけでキャンピングカーは目立つので、他の人の不快にならないように気をつけたいところです。そして最後にトイレの防犯面ですが、夜間車の外に出てトイレに行くことにもなるので、例えば2人で一緒にトイレを確認したり、暗い時には2人で行ったり、ライトを使用したり、車の施錠など安全面にも気をつけています。車中泊、キャンピングカー生活のトイレも必ず誰もが一度は考える問題かと思います。皆さんはどんな方法を取り入れていますか？旅のスタイルはいろいろなので、トイレの方法もいろいろあるかと思います。ぜひ皆さんの方法も教えてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ねおちゃん、はい。何してるの？これはね、オンラインヨガのお客さんに届けるセルフケアのアイテムを準備してます。これを送ります。みんなのところ。なるほど。はい。それで、どんな感じのやつ？オンラインヨガのサービスを今準備してて、5月からスタートするんだけど、で、4月はモニターさんを募集して、で、モニターさんが集まったから、その人たちにオンラインヨガとセルフケアのグッズを届けるっていうサービスを今準備してて、で、4月は本当に簡単な体験版なので、週2回のオンラインヨガのレッスンと、あと、セルフケアグッズはお香を準備してて、それをみんなのお家に届けるって感じで、はい、これで封筒でお届けするんだけど、これは面白そうだね。そう。なんでやってるかっていうと、オンラインヨガとか、ヨガってさ、習慣にするといいっていうのは多分みんなわかってると思うんだけど、それが習慣にできないっていうのが問題だと思ってて。そうなんですそう。ね。いくら良くても続けられなかったり、忙しいから分かっているけどできないとか、そういう人たちになんか、そんな生活の中でも、なんか、習慣化できるようなサポートができればいいなと思って。だからさ、ただオンラインヨガをやるだけじゃなくて、そう。こうやって定期便でね、そうそう、定期便。ケアアイテムとかが来ることで、届くんです。よりモチベーションも上がるし。そう。で、やっぱりさ、動画を見るだけってなると、自分から見に行かないといけないわけで、それはその人が自分で動かないとさ、習慣にしていけないんだけど、こうやって届くことで、常にさ、お部屋にあったりとかすると、やる気が出たりとか、一緒にやってるんだっていう、実際の物体があるとさ、そうだね。やろうっていう気になるので、意識がそっちに向くからね。そう。で、大きな後押しになるかなと思って。で、これ普通に売ってないんですよね。うん。そうです。私たちがかなりね、大
気に入りで使ってるんだけど、こういうその普通には見つけられないようなでも本当にいいものっていっぱいあるので、そういうのをね紹介もできるしいいなと思って。僕が治療科の時にね見つけてきたものなんだけどそうめっね、ちゃいい香りで。ネパールのお国で使われているそうなんですよ。大切なものですね。はい、そうそう。で、5月からはもっとね、すごいんですよ。お5月からはウェブサイトもちゃんと用意して、はい。会員ページとかも作って、もっと簡単にみんなが、そこにその会員になったらアクセスしたら、その会員ページが開けて、そこから簡単にヨガを体験できたりとか。ああ、そうだね。そう。で、オンラインヨガのいいところって、もう寝起きとかでもいいし、パジャマとかすっぴんとか何でもいいんですよね。うん。で、本当にお風呂上がりとか、日常のちょっとした瞬間にヨガができるっていう小さな積み重ねがみんなのさ、人生になっていくと思うので、そういうのが、そのスタジオに通ったりとか、準備したり移動したりっていうのがしなくてもいいから、すごく手軽だし、でもその動画だけじゃないっていうところで、そうだね。そう、そこが私は一番気に入ってるポイント。まあ対面じゃなくても、そのリザ子ちゃんが、なんていうかな、体のケアとかヨガの話を、まあやりとりできる、うん、そういう感じにも作っていくからね。そうですね。そうそう。質問とかも多分できると思うし。で、5月からはね、この封筒じゃなくてボックスでもうちょっとはい。豪華な感じでね、なるほど、なるほど。お届けします。いいですね。そうなんです。で、不思議なことが、受けてくれた人たちが、オンラインを感じさせないっていう風に言ってくれてて、うん。それが私もやってみてびっくりしたんだけど、言ってたね。そう、今は練習でね、モニターさんとやってるので、うん。練習の段階なんだけど、確かに。なんかオンラインの力が身について、ヨガをできることになったので、よかったけど。まあいろいろね、パソコンとかカメラとか、そう。マイクとかね、そういう精度も上がってるから、そうだね。それは大きいと思いますよ。で、多分ね、目を閉じてヨガをしている人たちにとっては目の前に私がいるみたいな感覚になってびっくりしましたっていう人が結構多かったですね。なるほど。これはぜひみんなもやってほしいね。そうなんです。まあ別に携帯でも見れるしね。そうそうそう。簡単にみんなができるようなシステムを今準備中です。それはね、私はできないので、大輝くんとか、大輝くんと一緒にお仕事をされている方とかね、そういう方たちに協力もしてもらってて、はい。できることになりそうです。お楽しみに。はい。